画廊伝説ということで、今回はこちらのソフトスーパーファミコン版画廊伝説です。こちらのソフトを解説&レビューいたします。さあ、どんなソフトか見てください。画廊伝説 SNK の人気格闘ゲームシリーズ第1作目。 SNK の格闘アクションゲームとしてはストリートスマートが最初の作品である。画廊伝説が稼働開始した半年前の1991年3月にストリートファイター2が稼働していた。ストリートファイター2は対人格闘ゲームによった作りに対し、画廊伝説は格闘アクションゲームよりの作りになっている。それは初代ストリートファイターを作った西山隆、松本裕二が参加しているのも関係しているのかも。そんな画廊伝説のスーパーファミコン版はネオジオ版1991年11月25日稼働開始から約1年後の1992年11月27日に発売された。ネオジオ版が50メガに対してスーパーファミコンは12メガ、明らかに少ない容量。そしてさらに移植したのはストリートファイター2はカプコンが自社で開発し販売したのに対して、画廊伝説はノバが開発し宝が販売という全く SNK とは関係ないところで開発販売されていた。そんな理由があるせいか、この初代画廊伝説スーパーファミコン版の移植作品は別ゲー、劣化ゲー、クソゲーとして有名な作品である。新品で9800円で消費税を入れたら1万円を超える高額ソフト。期待をして買ったキッズを地獄の底に叩き落とした奈落のクソゲー。私もその奈落地獄に落とされたキッズの一人である。当時意味が分かりませんでした、このソフトの出来に。スーパーファミコン版画廊伝説いいところ。1つ目、まだグラフィックの移植はいい方。メガドラ版と比べるとアーケード版を再現しようとしている努力は見える。メガドラ版は別なので。スーパーファミコン版画廊伝説いいところ2つ目、キャラクターが削られることなく全キャラ出ている。これは今思うとすげえ。スーパーファミコン版画廊伝説いいところ3つ目、オリジナルのエンディングが追加されている。難易度レベル4以上でクリアすると個々のキャラクターのエンディングが見れる。スーパーファミコン版画廊伝説いいところ4個目、オプションでコントローラーの設定が自由にできる。これは好き勝手にボタン設定ができるのは良かった。スーパーファミコン版画廊伝説いいところ5個目、対人モードでオリジナルの技が追加されている。スーパーファミコンオリジナル要素でオリジナル技の追加、対戦が微妙ではあるが追加されている。スーパーファミコン版画廊伝説いいところ6個目、アーケード版では同キャラ対戦使えないキャラクターがいたが、スーパーファミコン版は使えるようになっている。バランスシステムが崩壊しているとはいえアーケード版ではできなかった対戦ができる。スーパーファミコン版画廊伝説残念なとこ1つ目、画廊伝説の売りでもある2ライン制が廃止され普通の1ライン 2D 格闘ゲームになっている。2ライン制じゃないと画廊伝説じゃないじゃろ。スーパーファミコン版画廊伝説残念なところ2つ目、オープニングがカットされている。個人的に好きだったオープニングがカットされている。なんだか寂しい。スーパーファミコン版画廊伝説残念なとこ3つ目、グラフィックは似せようとしている努力は見えるがやはり劣化移植、なんだかんだと削られている。スーパーファミコン版画廊伝説残念なところ4個目、そしてアクションもかなり削られている。テリーのバンナックルなんかは万歳のモーションが削られている。ある意味違う性能の技になっている。スーパーファミコン版画廊伝説残念なとこ5個目、 BGM SE が貧弱。しかも必殺技が当たった時の SE がまさかの無音。無音？マジで無音。当たった感がない。スーパーファミコン版画廊伝説残念なとこ6個目、演出も貧弱。勝った時のイベントも基本バックが黒なのでマジで手抜き感がバリバリ。スーパーファミコン版画廊伝説残念なとこ7個目、これはハードのせいなのか乱入した時の協力プレイがカットされている。ある意味ストリートファイター0に先駆けたドラマティックモードカットされているのは寂しかった。スーパーファミコン版画廊伝説残念なとこ8個目、なんかキャラクターがやけに軽い。すげえ吹っ飛ぶは投げられたり KO の時の吹っ飛び方、跳ね返り方が半端ない。
軽いのか、スーパーボールみたいに跳ねる。スーパーファミコン版画廊伝説残念なとこ。9個目、なんだか当たり判定もおかしい。明らかに当たっているのに当たり負ける。飛び道具は飛び蹴りで打ち消すし、投げ判定は意味不明。マジでカオス。スーパーファミコン版画廊伝説残念なとこ。10個目、ボーナスステージが腕相撲からなんか意味不明なタイヤを打ち返すボーナスステージになっている。しかもタイヤを打ち落としても得点にならない。パーフェクトを取って初めて得点になる。しかもその得点は1000点で、パワーウェーブを当てた時得点と一緒。それはどうなの。スーパーファミコン版画廊伝説残念なとこ。11個目、ボイスの使い回し、必殺技も一部の技以外はカットされている。KO のボイスもアーケード版に比べると貧弱な感じになっている。スーパーファミコン版画廊伝説残念なとこ。12個目、 CPU の動きがアーケード版と違うものになっている。スーパーファミコン版画廊伝説残念なとこ。13個目、微妙な調整が入っていて全体的な攻撃力が低くなっている。特にジョー東のタイガーキック、アンティの空破弾などはかなりの弱体化。おかげでジョー東は攻撃力、防御力、判定の弱さで最弱のキャラとなっている。スーパーファミコン版画廊伝説残念なとこ。14、ロムカセットなのにロード時間がある。基本的にロムカセットはロード時間が早いが、この画廊伝説はロード時間が長い。ロード時間はこの後のロード比較で比較します。スーパーファミコン版画廊伝説残念なとこ。15個目、対戦モードではなぜか 2B でしか敵キャラが使えない。 1P 側は主人公3人しか使えないのに 2P キャラは敵キャラが使える謎の仕様。不公平では。スーパーファミコン版画廊伝説残念なとこ。16個目、全体的に弱体化しているが、なぜか雷電の投げ技がパワーアップしている。体力の3分の1がなくなるほどの威力。しかも投げ判定意味不明だし、投げ返そうとしたら超反応で投げ返される。スーパーファミコン版画廊伝説残念なとこ。17個目、ギースの性能が大幅に下がっている。しかしそれでも圧倒的な強さを誇るギース。スーパーファミコン版画廊伝説残念なとこ。18個。そしてやはりこれ必殺技が出ない。コマンドの受付時間がおかしいのか全く出ない。アンディの残影剣なんかも出ないので、残影剣なしで戦わないといけない。残影剣のないアンディってどうなの。ロード比較いきましょう。今回はスーパーファミコン版、メガドライブ版、プレイステーション2版、そしてネオジオ版、こちらの4本で比較します。戦闘までの処理速度、ロード時間見ていきましょう。キャラクターのね、こう顔が出だしてからロード開始します。カウンター開始で、ここでね、もうすでにスーパーファミコン版ロード入ってるんですよね。ちょっと遅れるっていう感じです。で、メガドラ版が一番速くて、そしてその次はネオジオ版で、プレイステ2と続きまして、一番遅いのがスーパーファミコン版 13.65 秒です。2戦目の戦闘、こちらの方も見ていきましょう。メガドラ版はね、得点がないのでここら辺の処理は早いです。はい、カウンタースタートしております。こっちの方が測った感じは正確な感じになるのかな。メガドラ版はなんか微妙にこの演出の部分ではあれですよね。ちゃんとここはネオジオ版、プレイステーション2版、そしてメガドラ版が続きます。やはり遅いスーパーファミコン版。どんだけ遅いんだよ。ということでスーパーファミコン版来ました。 25.93 秒、ほぼ26秒ですね。一番早かったネオジオ版と比べると約11秒差ついています。それではライバルといえばね、やはりストリートファイター2、同じスーパーファミコン版で比べていきましょう。さあ、画面がね暗くなったらスタートします。早いな、スーパーファミコン版。もうダルシム出てきた。ということでスーパーファミコン版画廊伝説 5.25 秒、スーパーファミコン版画廊伝説、今ロードしております。 13.63 秒です。マイナス、その差は 8.38 秒、8秒差、9秒差ですね。2戦目の
ロード時間比較もいきましょう。ここでね負け顔とか出るんでかなり差が開くと思います。はい、画面が暗くなってカウンタースタート。さあスーパーファミコン版のストリートファイター2、やはりすげえな。やっぱり処理速度ロード時間も速いです。はい、チュンリーステージ来ました。 13.41 秒。こうやって比べるとどんだけ初代画廊伝説がクソだったか感がね分かりますね。さあどのぐらい差がつくんでしょう。はい、約26秒ですね。スーパーファミコン版の画廊伝説、その差は12秒13秒ぐらいです。それではグラフィック&サウンド比較いきましょう。スーパーファミコン版、メガドライブ版、プレイステーション2版、ネオジオ版、こちらの4本でねグラフィック&サウンド比較です。タン先生ステージいきましょう。まずはネオジオ版。スーパーファミコン版。メガドライブ版。プレイステーション2版。ほぼ完全移植ですね。さあ同時比較。雨の降り方が違う。メガドラ版に関しては雨が降っていない。ギースステージ見ていきましょう。やはりね画廊伝説といえばギース。まずはネオジオ版。スーパーファミコン版。メガドライブ版。ネオプレイステーション2版。同時比較。ということで今回は初代画廊です。こちらの方をね解説&レビュー、そして比較をしていきました。やはりねいいとこを無理やり出しました。今回正直いいとこじゃなくてもいいとこで無理やり出しました。そんぐらいクソでした。出来はキッズの時にね小遣い貯めて1万円で買ってねすごく恨んだ覚えがあります。それでは